ルフィ怒りの一撃がイムに炸裂。巨人族800年前の敗北の真相が判明。首里姫の正体が明らかに。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1186話のネタバレが判明しました。タイトルはもう一度です。扉へリクエスト。幼いロキが飯田の絵を描いているところ、床に寝そべって満面の笑みで一生懸命大好きなお母さんの似顔絵を描いている姿がたまらなく可愛いですね。頭の中もノートもハートマークでいっぱいで、彼女に対する純粋で深い慕う気持ちがひしひしと伝わってきます。首里姫はブルックにルーベン国王がエスペリア王国を欺いていたことを明かしました。世界政府の目的は1000人の奴隷を要求することではなく、国王に首里姫を引き渡させることでした。事実、首里姫こそが全ての事件の核心だったのです。五老星や神の騎士団が関与する戦争がただことであるはずがありません。マンマイヤー・グロー星はキャンディルの従者の中にアフロヘアの少年がいたため、ブルックのことを覚えていると語ります。しかし、ブルックは相手のことを知りませんでした。なぜなら、グロー星がエスペリア王国に滞在していた当時、ブルックには彼に近づく資格がなかったからです。このことから、当時エスペリアに漂流した天竜人はこの人物であったと推測されます。その後、首里姫はガボット・ボンナハンという技を使い、剣でブルックの頭部を貫きました。この技は後にブルックも使用することになります。直後、彼女は父親であるグロー星と共に城を去りました。今回の情報でも首里姫の生い立ちの謎は明かされていません。最終的に兵士たちがブルックを救出しました。ブルックが意識を取り戻した後、一人の兵士が彼に剣が頭部を貫通した際に主要な血管と脳幹が傷つかなかったため一命を取り留めたのだと告げました。続いて兵士はブルックにルーベン国王がすでに死亡したことを知らせました。それを聞いたブルックは号泣し、極度の恐怖と絶望に陥ります。ここで回想は終わります。時間は現在に戻り、ブルックは仲間たちに当時は自分たちが悪魔の実の存在すら全く知らなかったと説明します。ブルックは長年当時の光景、国王の死や悪魔のような首里姫の姿をただ自分に永遠の恐怖を与える幻覚だと思い込んでいました。今彼は涙を浮かべて自己疑念に陥り、再び首里姫を信じるべきか葛藤しています。一方、イムとロキの戦いは続いています。イムは800年前に子供たちを救ったことこそが巨人族の敗北を招いたのだと語りました。そして今、歴史は再び繰り返されようとしています。大土戦団が氷漬けにされた本当の理由もこの出来事と密接に関係しているのかもしれません。この話の最後を飾る衝撃的な見開きページで、ルフィがロキの後ろに現れ、イムの顔面に一撃を食らわせます。情報によると、今回の攻撃でルフィはギア5フィフスを発動しておらず、覇気をまとった拳で直接攻撃を仕掛けたとのことです。ルフィは激怒して叫びます。エルバフから出て行け、この野郎。4人目の教師は間違いなく、全ての悲劇の元凶であるイムである。一体どのレベルの任務であれば、五老星が自ら出馬するのか想像してみてほしい。エッグヘッドの事件でサターン星が出動した革新的な理由は、マザーフレームを製造する中核技術を奪取するためだった。マザーフレームはイムの力に関わる革新的なエネルギーであり、島を壊滅させる恐るべき古代兵器を起動できるのだ。一方、ゴッドバレー事件においてサターン星が姿を現した理由はデイビー一族に関係している可能性が高く、イムと極めて深い恨みや因縁を持つこの種族を抹消することが目的であった。したがってエスペリア王国を攻め滅ぼしたのは天上金が払えないからなどという単純な理由ではなく、ここにイムが必ず手に入れたい何らかの重要な革新が隠されていたからに他ならない。結果から見ればその革新とは首里のことである。本話においてルーベンは意味深長なセリフを口にしている。彼は首里を戦場に出させなかったが、その理由は万が一彼女が捕まれば他の誰も手出しができなくなるからだ。これはルーベンが首里の身に関わる重大な関係を熟知していたことを示しており、この秘密は彼女の母であるキャンディル王妃の素性と密接に関わっていると信じられている。ブルックが必死に包囲網を突破した時、目の前に広がっていたのは徹底した地獄だった。しかし目撃者である以上、神の騎士団と五老星が彼を簡単に見逃すはずがない。ではブルックは一体どのようにして逃れたのだろうか。皆さんは気づいただろうか。ブルックが初登場した時、額にはっきりと目立つ傷跡があったことを。
彼が骸骨になった後もその傷跡は骨にそのまま残っている。ブルックはこの裂け目に沿って自分の頭骨を開き、驚異的な容量の収納箱にすることすらできる。これはその傷が極めて重篤であり、頭骨全体が割れるほどであったことを説明している。しかし、彼が首里によるルーベン殺害の現場に出くわすまでは、彼の頭にこの傷はなかった。明らかに、ブルックはこの後、生死をかけた決闘を経験している。彼はその神の騎士と交戦し、これにより以前ブルックが神の騎士団を見たことがあるという伏線が回収された。その後、ブルックはおそらく悪魔と化した首里とも激戦を繰り広げ、最終的に頭部に重傷を負って瀕死の状態に陥ったのだろう。相手は彼がすでに死んだと勘違いし、エスペリア王国から撤退した。ブルックが幸運にも生き延びた後、直面したのは一面の廃墟と化し、徹底的に滅亡したエスペリア王国であった。極度の絶望の中、彼は最終的に海へ出ることを選び、ルンバー海賊団に加入したのだ。過去にも天上金を払えずに保護を失い、無法地帯と化して滅亡へと向かった国は数多くあるが、エスペリア王国の遭遇した事態は性質が全く異なる。ここには巨大な軍隊の侵攻があっただけでなく、神の騎士団と五老星が自ら姿を現している。これが単なる財政問題ではなく、天上金は目を欺くための口実に過ぎないことは明らかだ。世界政府の真の意図は、ルーベンの弱みにつけ込み、彼に軽率な行動を取らせないことにある。国民を守るため、ルーベンは必ず国土を死守し、首里や護衛戦団を率いて海へ逃げ出すようなことはしないからだ。五老星の一人であるマーカス・マーズ星は、この国に対処するためにまさに心を砕いたと言える。すべては、ある天竜人がエスペリア王国を訪問した時から始まったに違いない。時期としては首里が生まれる前、ブルックが王宮に入った後であり、つまり今から79年前から77年前のことである。ちなみに、ロジャー、戦国、そしてガープもこの数年間に生まれている。その天竜人の訪問後、キャンディル王妃はなぜか数ヶ月間病床に伏し、その後ルーベンが突然彼女との結婚を発表した。ここで突然と強調するのは、前のシーンでキャンディル王妃のルーベンに対する感情が密かな恋心に近いことが示されており、2人は関係を公にしておらず、ましてや結婚の意思もなかったからだ。事態がこれほど急速に進展したということは、キャンディル王妃、ルーベン、そしてその天竜人の間に間違いなく人知れず何らかの異変が起きたことを意味する。最も合理的な解釈は、キャンディル王妃はかつてある天竜人の娘であり、千回家医薬を持つ神の住人であったというものだ。彼女は家族から逃れるためにエスペリア王国にやってきてルーベンに保護されたため、最初はルーベンが彼女の恩人だった。ルーベンは若い頃、よく海岸のゴミ捨て場に行っており、おそらくそこで漂流してきたキャンディル王妃に出会ったのだろう。キャンディル王妃は傷が癒えた後、ルーベンのそばにいるために戦団に加わったのだ。しかし、その天竜人は最終的にキャンディル王妃の居場所を突き止めた。キャンディル王妃のフルネームはマンマイヤー・キャンディルグーである可能性が極めて高い。ルーベンは彼女を守るために結婚を発表し、さらにエスペリア王国が世界政府加盟国であったため、その天竜人は最終的に手を下すことはなかったが、キャンディル王妃のアサミ契約を強制的に回収した。その結果、彼女は大きく元気を損ない、数ヶ月間病に伏せることになったのだ。推測すると、この天竜人こそが、後に玉座の間に現れたあの神の騎士であり、マンマイヤー家出身、すなわちキャンディル王妃の父親である可能性がある。キャンディル王妃の死後、首里はマンマイヤー家の末裔として、彼女の外祖父が特例として彼女を聖地へ連れ帰ろうとし、後に自分の帽子を軍子に譲ったのだろう。ゴッドバレーでの狩猟イベントから見ると、天竜人の各家族間には競争関係が存在する。神の従人から一歩ずつ正式な神の騎士団へと昇格し、最終的に権力の中枢である五老星に触れることは、家族全体にとって極めて重要な意味を持つ。例えば、現在の五老星の一人であるピーター星と神の騎士であるソマーズ星は同族であり、共にシェーパード家族の出身である。おそらく、かつて世界政府を設立した最初の20人の王のうち、イムを除く残りの19の家族は、普通の王族ではなく、それぞれが何らかの特殊な力や資源を保持していたのではないだろうか。例えば、ネフェルタリ家は歴史の本文に関連しており、フィガーランド家は極めて強い覇気の才能を持ち、イーザンバロン家は和の国出身の剣士一族と疑われている。
そしてマンマイヤー家もまた独特の力を有している可能性があり、その力こそが首里の夫愛に現れているのだ。軍子が初登場した時の能力を思い出してほしい。不思議なアローアローフルーツは未来の確実な軌道を象徴する力とされている。そして本話でブルックも首里の攻撃が未来を予測しているかのようだと感嘆している。この2つのエピソードは単独で見れば単なる悪魔の実の能力や見聞色の破棄として解釈されるかもしれないが、合わせて考えると状況は全く異なってくる。ワンピースにおいて悪魔の実の能力の設定は往々にして能力者のキャラクター設定と高く符合している。首里は未来予知に関連する何らかの特殊な才能を持っており、その才能が彼女の両目に隠されているのかもしれない。言い換えれば、オットアイは実はマンマイヤー家の特殊な力の具象化なのだ。だからこそ、マンマイヤー家のメンバーが登場する際、作者は常にその目の正面からの描写を意図的に避けており、これこそが小田栄一郎先生が恋に張った伏線なのである。もしかすると今後のストーリーで、このキャラクターが顔を上げた時、また別のオットアイが現れるかもしれない。不幸なことに、この才能は最終的にイムに狙われることとなった。これまでイムは遠隔操作という形で様々な事件に干渉するのを常としてきた。これは便利ではあるものの、彼の致命的な欠陥を露呈してもいる。それは彼の本体が長期間聖地マリージョアを離れることができず、無理に離れれば反発を受け、実中ハック外の世界で長くは維持できないということだ。その根源を探れば、800年前のあの決戦に関係しているのかもしれない。イムは表面上の勝者ではあるが、ジョイ・ボーイに何らかの方法で重傷を負わされ、力が大幅にそがれ、あるいは封印されたのだ。しかし、この制限は永遠ではなく、遅かれ早かれイムの力は再び解放される。双方はそのことを重々承知していたからこそ、ジョイ・ボーイとその仲間たちはワンピースと三大古代兵器を残し、力を未来へと託したのだ。一方のイムは自身の呪縛を打ち破るべく絶えず戦力の拡充を試みている。当時イムはおそらく他の19の家族のメンバーと何らかの契約を結び、マキを媒介にして他の家族が持つ特殊な力を共有したのだろう。各家族はイムの一種の能力のかけらに相当し、これがイムがなぜ天竜人という特殊な集団を長期にわたって扶養し続ける必要があるのかを説明している。なぜなら最初の20人の末裔の中には必ず天賦の際に恵まれた個体が誕生するからだ。彼らはイムが利用できる戦力であると同時に彼が魂を移す器でもあるかもしれない。そして首里の悲劇はまさに全ての残酷な真実の縮図なのである。ブルックの回想編が終盤に差し掛かるにつれ、小田栄一郎先生はイムの能力をさらに明らかにする可能性が高く、ブルックもまた再び凄惨な別れに直面することになるだろう。ルーベンが本当にすでに犠牲になったのか、それとも土壇場でもう一度ブルックを救ったのかについては、今後のストーリー展開が待たれるところである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。